インプレッサですが、2リットルの NA モデル、決してスポーツモデルではないんだけども、見てください。このアクセルレスポンスの素晴らしさ、まるでスポーツエンジンだね。これいいエンジンだね。今日はスバルインプレッサ、この FF モデルのフル装備の車ですね。そのインプレッションをお届けします。スバル最近FF モデルのことを FWD って言ってますね。これはフロントホイールドライブの略ですね。で、四輪駆動のことを AWD、オールホイールドライブの略ですね。そういうふうに呼んでます。で、クロストレックでね、足がちょっとバタバタして状況度が大きいっていうようなことを、言いましたが、結論から言います。インプレッサ出来いいです。もう全く違うね、クロストレックと。もうセッティングがもうこちらの方が圧倒的にいい。これやってる開発ドライバーも違うと思いますし、おそらく少し遅く出た分、コスト管理も楽になってたんじゃないかな。車がね、上下にバッと揺さられた時に、もうクロストレックよりか圧倒的にこちらの方が車の動きがスッとこう一発で収束します。ほぼ同じ価格でここまで違うかっていうぐらい違いますね。まずコンフォート性能からいきます。クロストレックとこのインプレッサー全く同じ部品で同じモデルで、車高が違うだけ、なんですが、こちらの方が圧倒的に車の動きが穏やかですね。上下動が少ない、ピッチングも少ないで、こちらの方が静かです。防音対策などは全く同じだと思いますが、タイヤの差ですね。クロストレックはオールシーズンタイヤを履いてました。で、タイヤ結構タイヤの振動も大きかったし、パターンノイズも大きかったですね。それと比べてこちらのタイヤの方が全く静かで、パターンノイズも小さい、その差だと思います。シートも同じシートのはずですが、腰のね少し上をこう背骨をまっすぐ骨盤を立てらすのにね、ちょっとこう押してるんですよね。出てる。それがね、クロストレックだともうちょっと気持ちを抑えてほしいなって感じたんですけど、これはもう本当に 0.5 ミリとかね、大きくても1ミリ、それちょっと引っ込んでる感じがしますね。受けてる感覚なので、そういう印象ですね。で、シートは腰があってなおかつこう柔らかめのシートですね。だから非常にこのシートの出来はいいと思います。で、サポート性も高いね、いいシートだと思いますね。で、ヘッドレストもねそんなに前に出てない分首が楽ですね。で、ステアフィールもねクロストレックよりいいですね。
これはやっぱりいわゆるちょっとの差ですが、発売遅くなった分熟成が進んでるのかなと思います。足の動きが全然こっちの方がいいから、重心が低くなったっていうのはありますが、セッティングがこっちの方がいいですね。だからこの価格帯を考えれば230万ぐらいからね FF ありますが、ガソリン車のみだったらね、これは e ボクサーですね。 FF の一番高いやつです。でもベースは同じなので、価格帯を考えればこれはかなりコストパフォーマンスの高い車だと思いますね。ステアフィールはね、上質感がありますね。到底230万から300万ぐらいの車とは思えない上質さがあります。いや、いいなこれ。FF でこれですから、確かに音はね、遮音は値段相応の遮音ですけど、タイヤが変わるだけでこれだけ静かになるっていうのは、やっぱりタイヤの影響というのは車の占める要素大きいなっていうふうに、改めて思いました。でここもね、道が荒れてて、ここからガタガタガタっていきますけど、いや全然足の動きがいいね、こっちの方がクロスレックより。俺これだったら欲しいね。これでショックアブソーバーをいいものに変えたら、かなり車が上質になると思いますね。現状でも、混合性の、価格帯考えるとよくできてると思います。不満はないですね。で前ちょっとこの辺からカタカタ音がしてたけど、クロスレックはこれはしませんね。カタカタ音しない。パネルの合わせ込みもこっちの方が、製造ラインの職人さんが慣れたんだろうね。ハンドリングいきます。ハンドリングね、いいですね。こう思ったところに車が行ってくれます。狙った通りにね。でこれプレシジョン、正確性をプレシジョンと言いますが、だからこの角度考えればプレシジョン高いなと思います。で荒れた路面でも変な動きがないね。いやこれね、いいわ。これちょっとエンジンパワー上げてもらってマニュアル出してほしいわ。スポーツモデル出してほしいぐらいいいですね。足回りがクロスレックの時にね、シャシーがいいから、B 型 C 型 D 型と熟成が進むと良くなると思いますと言いましたが、クロストレックの多分 C 型とか D 型乗ってる感じかな。熟成が進んでそれぐらい違いますね。これマニュアルで、多少スプリング固くしてもらってね、気持ちちょっと固めにしてもらって、マニュアルで AWD でパワー上げると、これは楽しいスポーツモデルができれると思いますね。それぐらいいいってことを言いたいわけです。いや車ってやっぱセッティングで変わるんだな、こんなに。全く別の車ぐらい違う。
開発ドライバーはいいね、優秀。クロストレックとは多分違う人がやってるね、この足は。まあなかなかこの価格帯で、日本車でね、このセーリングインフォメーションがしっかりやって、こう微小打もインフォメーションが全く抜けるところ、弱くなるところがなくて、でこうじわっと切っても車がしっかりじわっと反応してくれる。今ちょっとこうやってやってますけどね、抜けるところが全くないもんね。でね、こう例えばね、車によっては多少シャシーボディ組み付けで多少微妙なわずかな組み付け精度のムラとかね、そういうのがあって、こう操縦性がね、こう乗ってると変わる車ってあるんですよね。これは最初からもうずっと同じですね。こう本当に抜けるところが全く感じられないからいいですね。これはお見事だわ。レボークをやった開発ドライバーがやってるんじゃないかなっていう風な感じがしますね。荒れてる路面ですかね。スッとそれを切ってコーナーの進入がね、安定しててスッと入ってきますね。俺がね求めてるのはこういう感覚なんですね。いやー、それがまあ230万ぐらいから実現するというのは素晴らしいですね。まあ結構いろんな車乗ってますけど、まあ全部じゃないけどね。いや、日本車でもう自分の知ってる限りはこの価格帯ではナンバーワンですね。これはもうノイシェアレベルと言っていいと思いますね。これもう掴んだね、この新しいパワー性をスバルはこのインプレッサーでね、コツを掴んだ。